はい、おはようございます先生。おはようございます。前回の節子の部屋大変ご好評ということで。ありがとうございます。コメントこそ一つも来てないです。本当ね。みんなコメント書いてください。はい。まあでも前回の反応もね、はい、ありがとう。手応えどうでしたか？メールではね、なんかいろいろいただきましたね。素晴らしい。ありがとうございます。で、今回は前回もね、言った通りお好み焼きを。そうですね、お好み焼き。海鮮お好み焼きを焼いていきたいと思います。はい。食べたい時にすぐ食べられるね。じゃあパッとできる。はい、パッとできる。なるほど。はい、何でもパッとできちゃうの。素晴らしい。はい。じゃあもう早速始めちゃいましょうか。始めましょう。今日はね、米粉が160と、それからお水が160ね、そのバランスを覚えてもらったらいいかなと思いますので、始めていきます。はい、ではね、作っていきます。もう本当にね、簡単でごめんなさいシリーズなんですけど、まず最初にね、卵ね、卵白と卵黄に分けていきます。はい、そしたら卵黄こちらにお醤油とおだしね、おだしはもう適量でいいです。和風だしを私たち使います。で、あとお水ね入れちゃうじゃない。で、あとはもう混ぜるだけよ、ここでね。そしたらね、もうここでフライパンを熱くしておきます。中火ぐらいでね、温めておきましょう。よく混ぜるじゃない。で、ここに米粉を入れちゃうわけね。角を持って入れるね。で、この時フライパンはあんまり熱くならないようにね、中弱火ぐらい、中ぐらいよりちょっと弱火ぐらいでね。で、ここでほらこうやってよく混ぜちゃうわけ。小麦粉はほら混ぜちゃダメじゃない、グルテンが立っちゃうからね。米粉はいくら混ぜても大丈夫なわけね。そしたらここにキャベツ入れるじゃない。そして今日はね、ちょっと豪華なね、イカとエビが入るのよ。ちょっとたくさん入れちゃおうか。ぜひね、入れてしまいましょう。エビもね。これみんな小玉の塩もろみで処理してありますね。美味しくなるじゃない。混ぜるじゃない。サクサクね。そしたらね、ここからなんですよ。本当にふんわりしたね、お好み焼きを焼きたいので、メレンゲとまではいかないけどね、作っていきますね。2ぐらいでよく泡立てましょう。このぐらいね。で、なかったらもちろん泡立て器でシャカシャカね、混ぜてもらってもいいですよ。これをこの中に入れていきます。ここはもうほらサクサクよね。サクサク混ぜる。サクサク混ぜる。これ泡立てることっていうのはもう必須ですか、やっぱり。泡立てた方がふんわりとした高さのある柔らかいお好み焼きが焼けます。はい。で、温めておいたフライパンね。ちょっと熱くなりすぎちゃったな、私やね。いいよ、こうね。ちょっとたっぷりめに油を入れましょう。カリッとなるのでね。で、これを入れていきます。これは前回も使ったフライパンですね。そうですね。このフライパンシリーズでちょっといろいろせっかく買った人が多いみたいね。なんか買った人が多かったみたいなのよ。おかげさまで。うち全然関係ないけど、うちは全然関係ないんだけど、なんかなんかね、5個買った人もいるんです。素晴らしいね。これね。これはしっかり。そうですね。しっかり蓋をするね。火力は今どれぐらい？火力はね、今中よりやや弱いぐらい。中よりやや弱い。でね、まず5分様子を見ていきましょう。で、なんで蓋するかっていうと、小麦粉ってグルテン膜ができるから中のガスが逃げないわけよ。膜を張ってるから。だけど米粉ってほらグルテンないじゃない。だから表面から割れていくわけよ。なるほど。ね、空気に触れちゃうと。だから蓋をしてあげて割れない表面をカバーしてあげるっていうことがね、大事だということですね。具材はね、何でもいいと思います。豚肉でもいいしね、いろいろ混ぜていただいてもいいし、本当に美味しくできるので、ぜひぜひ試してくれるといいかな。で、今からちょっと春キャベツとかまた美味しい季節になってきますから、お好み焼きもねいいかなって思いますよ。小麦粉と違ってカリッとふんわりとね美味しいものが焼けます。先生、これは今日は海鮮ですけれども、豚肉を入れるっていうご家庭も結構あると思うんですけど、豚肉でもいいですね。豚肉は入れる時はどのタイミングで？豚肉はね中にも入れてもいいんですけど、生地流すじゃない、その上にこう豚肉を並べてもらっていいわね。で、ちょっと生地を残しといて、その豚肉だけを上に出ちゃうとカリカリになっちゃうから、豚肉を乗せて少し生地を残しといて、で豚肉をこう乗せたら生地を乗せて
薄くね膜を作るみたいな感じがいいんじゃない？そう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 、うん、そうすると美味しいと思います。豚肉もカリカリにならなくてね、柔らかくて美味しいんじゃないかしら。やっぱお好み焼きはふわふわがいいですもんね。ふわふわはね美味しい。これねやっぱね米粉ならではですね。やっぱりね米粉ならではの美味しさ、カリッとふんわりっていうのがね、これやっぱり美味しいと思うので、これはもちろん大きなねこう大きく焼いてもらってもいいんですけど、ちょっと今日はせっかくほらこの鍋みんな買ったから、これちょっとふんわり高くなったら面白いかなと思って、この鍋を使ってます。ちょうどいいサイズですよね。ちょうどいいサイズね、ほんとね。とにかくね簡単美味しいが一番ね。はい。あとは体に優しいっていうことかな。ね、ぜひ試してください。でね、最初に鍋はフライパンをね温めておかないとなかなか焼き色がつかないので、最初にフライパンを温めておくっていうのを忘れないようにね。ただあんまり熱くしすぎないようにね気をつけてください。ちょっと見てみますね。5分経ちました。あ、だいぶね上が乾いてきてるわね。もうちょっと待ちます。じゃああと3分ね。上がね乾いてきたらだいたい焼き上がいい感じね。まだ上が生だったらもうちょっと蓋をして焼いてくださいね。今はねほとんど乾いていたんだけど、ちょっと湿り気があったのでちょっと2分でいいかな。2分ぐらい待ってみよう。これご家庭で例えば、ホットプレートでやる時とかも、蓋をした方がいい。必ず蓋をした方がいい。必ず蓋をする。米はね。その方がふんわりとしたで、もちろんペタッとして薄いのが好きよっていう方はね、もちろん蓋なんかしなくてもいいですけど、やっぱりふんわりしたお好み焼きとか焼きたかったら蓋をする、ね、パンもそうだしねっていうことですね。わかりました。はい。だから米には米の言い分があって、パンには小麦には小麦のね言い分があるっていうことをよく理解してあげないと。で小麦粉の代用のようには使ってほしくないね。別物だと。別物。米粉は優秀だからね。グルテンがない、今まではねグルテンがないから、使い物にならないねってよく言われてきたんだけど、それは小麦粉のために作られた、道具だったりを使うからダメだったのよね。それが米粉のためのものって今ないんだけどね、それをこうやって蓋をしながらとか応用しながら使ってもらうといいわね。作ってもらうとね美味しくなると思います。はい、じゃあねなりましたので、はい、開けていきます。ほら表面乾いてるでしょ、ね、手置いてもらうでしょ。そしたらこれひっくり返していきましょう。ふわっと、美味しそうね。カリッカリなのいいですねこれね。で今度はすごいね美味しい。で今度は蓋をしないで、ちょっとね表面も焼きたいのでちょっと油をこうやって周りからかけていってあげるのね。もうほら上も乾いていたのでほぼほぼ焼けてますから、ちょっとこのままねこのまま蓋しなくて大丈夫だと思うのね。何分ぐらい？3分ぐらいね。はい、すごいでしょ、ほらパリパリなのよ。これが美味しいのよね。このカリカリがね、カリカリで中がこの高さわかる、このふんわりしてるのね。これがすごいね。高さ出てますね。高さ出てるね。ちょうどいいフライパンです。だからふわふわ、ね、カリッカリのふわふわなのよ。でこれこのミックス粉のお好み焼きのセットもあるんだっけ？セットも今販売してますね。もう使ってくれると簡単にできるかもね。でねこれフライ返して返す時小麦だとほらなんて折れちゃったりするんだけど、こう米はほらこうパンパンにねカリカリなのでこう持ち上げても折れたりしないのよ、ね。だからそこがいいとこね。いいよ、すごいいい匂いですね。なんかねこれを見てたらお好み焼きといえば次は何でしょう？たこ焼きですか？そうなのよ。たこ焼きやります。たこ焼きをねやりたかったんだけど、ちょっとたこ焼きってタコじゃない？でたこパンにしようかと思ってます。たこパン？たこパン。たこパン。たこパン。たこ焼きみたいなパン。たこ焼きみたいなパン。次回このフライパンで作ってみたいなと思ってます。なるほど、わかりました。でもいろいろ楽しんでもらえるじゃない？そうですね。そういろいろ楽しんでもらえたらいいなと思ってます。美味しくね。ちょっと僕含め視聴者さんもタコパンにピンときてないと思うんですけど、私も初めて作るからピンときてない。初挑戦です。ただこの間のほらプチパンがあったじゃない？丸のちぎりパンが、あれ見てた時になんかこれがたこ焼きだったら面白いなと思って。なるほど。いいですね。いいでしょ。そしたらちぎってねたこ焼きパン。
食べられるじゃない。面白い発酵させないでしばらくちょっとね発酵させないで簡単にこうできるタコパン、ちょっと挑戦してみたいかなと思ってます。めっちゃいいですねお楽しみにしてね。はい失敗したらごめんね。大丈夫です。はい。はい。では、これをこっちから持っていった方がいいかな。こうね。よいしょ。なるほすごいでしょ。この高さ見て。いいですね。この高さ。わあ、大きい。ね、ホットケーキみたいな、なんかパンケーキみたいなお好み焼きじゃない？食べれがありますね。はい、これはねそう、ふんわりしてね。こんなお好み焼きが焼けました。はい。ぜひね試してください。もう熱々をねみんなで夫婦言いながら、食べていただけたらなと思います。あっという間にできちゃうね。ふわふわの、カリカリのお好み焼き、米粉のお好み焼きのご紹介でした。さあ先生、はい、お好み焼き大成功ということで。大成功ですね。今日もまたね、はい、とても楽しみです。はい。これだから続けていくっていうことですけれども。やっぱ簡単にパッとできるようなもの。そうね、まずはねせっかく皆さんほらたくさんの方フライパン買ってくださったみたいなので、しばらくちょっとこのフライパンで遊んでみようかなと思ってます。なるほど。はい。じゃあ次回は先ほどもおっしゃっていたタコパンね。ちょっと私も想像しただけなのでね、どうなるかわかりませんけど、ちょっと挑戦してみようかなと思ってます。はい。挑戦もねこれでどんどんやっていきたいですね。そうですね。はい。わかりました。今までにないものを美味しいものをね。また簡単にささっと作れるようなものを、お届けできたらなと思ってます。わかりました。じゃあ、相変わらずね皆さんからのコメントをそう募集してます。募集してこれ作ってくれ、あれやってみてくれなんていう、あまり難しいのはちょっとねあれで短時間なのであれですけど、可能な限り、対応できたら面白いなと思ってます。はい、わかりました。じゃあねまたいつもの先生。またいつものなんだっけ、いいねと、登録皆さんよろしくお願いいたします。コメントもね。はい、そうコメントもね。もうなんかね、なんかほら今の時代に生きてないもんだからいろいろよくわかりませんけど、皆様の応援をよろしくお願いします。はい、じゃあこれからも頑張っていきますんで。はい、頑張ります。よろしくお願いします。やっぱりこれがないとですよね。たっぷりめにね。この高さ。ね。ケークサレにも見えますね。こうなってくると。チーズが入ったらケークサレ。そうですね。ケークサレも作れるってことじゃないってこと。確かに。ね。あとマヨネーズね。マヨネーズいきます。いい。いいですね。美味しそう。よだれが出てきますね、本当に。ね、本当にいい香り。で、お塩ちょっとかけて。紅生姜をちょっとのせましょう。ちょっと鰹節かけちゃおうか。お好みで。お好みでね。はい、出来上がりです。素晴らしい。ね、熱々を召し上がれ。どういうふうに出す？こっちに出してもらっちゃって大丈夫ですよね。こう。うわ、すごい。すごい。美味しく出来上がりました。ありがとうございます。じゃあ美味しくいただきましょう。はい、いただきます。